α7 IV、α7C2、α1M2、そして FX3 などこれまで数多くのソニーカメラを使い込んできた僕たちにとって α7M5 の登場は待ちに待ったものであり、僕個人としてもチームとしても注目していたそんな機種でした。4年前に発売された α7 IV からセンサーと画像処理エンジンが刷新され、モニターはバリアングルチルトモニター化、ブラックアウトフリーで最大30コマの連写性能や最大 4K120fps の動画撮影にも対応し、ソフトウェアとハードウェアの両方が大幅に改善されています。今回も自分で購入し徹底レビューをお届けしていきたいと思います。しかしまたしても発売日以降に制作をしているため、世の中の注目度的に今がベストタイミングであるというわけではないんです。YouTube という市場においてソニーユーザーの数は圧倒的に多く、コンテンツも豊富ですでに必要十分な内容のレビューが溢れています。正直なところ僕たちが今自腹でこのカメラをレビューすること自体に直接的な利益はほとんどありません。このような徹底レビュー動画の制作には機材の購入、人件費、キャスティングやスタジオの用意など最低でも50万円、中には100万円を超えるような予算が必要になってきます。ただ先日セカンドチャンネルで α7M5 のファーストインプレッション動画を公開したところ、秋谷さんのレビューが見たい、そんなコメントをたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございます。ルミックス S1M2、ニコン ZR、キャノン R6 III と同価格帯のカメラレビューを全て終えた今、最後は満を持して登場したこの α7M5 のレビューです。今このタイミングだからこそ比較や検証もたっぷりとすることができました。いつものように徹底的に忖度なく遠慮なくやらせていただきます。徹底レビューは完全に僕たちの自己満足です。そしてこれからはたとえ動画の公開が遅くなったとしてもレビューそのものを楽しんでもらえるための工夫をしていきます。その初めのステップとして今回は新しく導入したソニーブラーノでほとんどの撮影を行いました。僕たちにとってもこれは新たなチャレンジです。まさに今見ていただいているこのトーク画面からインサート映像、各プロダクト解説までシネアルタシリーズでの映像美でぜひ楽しんでいってください。この新しい α7M5 を一言で表すなら α1M2 ライト。ソニーの技術を集結したフラッグシップ機 α1M2 の設計思想をほぼ半額の価格帯に落とし込んだカメラだと感じました。とはいえカメラボディは α1M2 や α9 III のような丸みを帯びたデザインではなく、従来型の少し角張ったデザインを採用しています。前作の α7M4 と比べた時、正面からの見た目だけなら見分けるのは難しいかもしれません。一応公式的にはカメラグリップの握りやすさが向上したみたいではあるんですが、本当にわずかな差でしかないので、もし突然カメラを渡されて α7-5 か 7-4 のどっちかと聞かれたら僕は正解できる自信がありません。本体重量はバッテリーとメモリーカードを含めて約 695g で α7-4 が約 658g だったのでおよそ 37g の増加となりました。カメラボディで最も嬉しかった変化はモニターの変更です。α1M2 などソニーの上位機種で採用されていた4軸マルチアングル液晶モニターを搭載し、光軸ずれのないチルトモニターに加えて自撮りや縦構図撮影などの需要全てを満たします。そしてモニターを手前に引き出すことができる設計でケーブルに干渉することも一切ありません。そしてついにモニター解像度も向上しています。0.2 インチ大型化した 3.2 インチモニターを採用し、約210万ドットという高繊細な液晶モニターになりました。僕たちの多くの使用用途では外部モニターに接続をせずカメラ単体での撮影を行います。特にソニーは F 値の低い大口径レンズのラインナップがとても充実しているので、モニター解像度の向上というのは撮影体験に直結する大きなポイントになります。縦型 UI に対応してても嬉しいユーザーがたくさんいるのではないでしょうか。シネマラインの FX3 でもモニター解像度を向上させた改良モデルが登場するなど、ミラーレスカメラ業界全体でモニター解像度の重要性というのが改めて注目され始めているように感じています。それでいうと引っかかるのは2025年に登場した FX2 のモニター解像度ですが、実際 YouTube 撮影のメイン機として使用しているほど愛用中のカメラではあるので深くは触れないでおきます。2025年最新の FX2 で約103万ドットという最も解像度の低い仕様になってるんです。そして欲を言えばニコン ZR の4インチモニターのような革新的な大型モニターを次のソニー機に期待したいところです。ボタン配置に関しては α7 IV からほとんど変更はありません。上面の静止画、動画、
スロー&クイックの切り替えスイッチや右手だけで電源のオンオフができる操作性など使いやすかった設計というのはそのまま維持されています。なので α7-4 からの乗り換えでも違和感なく使い始められるはずです。一方でフラッグシップモデルの α1M2 では左側に配置されているドライブモードダイヤルとフォーカスモードダイヤルというのはありません。写真撮影でドライブモードやフォーカスモードを頻繁に切り替えたいという人は α1M2 を選んだ方が操作面においても有利に感じる場面があるはずです。ファインダー性能でもはっきりと差別化がされています。α7-5 は約 0.78 倍の約368万ドットの電子ファインダーを搭載。フラッグシップモデルの α1M2 では約 0.9 倍944万ドットという圧倒的な高性能ファインダーを備えています。α7-5 のファインダーは前作からの進化がなかったっていうのは少し残念ではありますが、それでも十分に必要十分なファインダーです。倍の金額を払えばさらに優れたファインダーが手に入るというわけになります。こうして α1M2 とその弟的な立ち位置にあるこの α7M5 を比べてみると、それぞれがどのターゲットに向けられたカメラであるのかがはっきりと見えてきます。α1M2 はプロの現場を支えるために最大限の操作性と高い信頼性を追求したカメラ。一方で α7M5 というのは多くの人にとって必要のない α1M2 の機能をあえて削ぎ落として手に取りやすい価格で展開されたモデルであるということが分かってきました。そしてインターフェースでは長年採用されていたマイクロ USB が廃止され、代わりに USB Type-C ポートを2ポート搭載しました。ポート1は USB3.2 規格で 10Gbps に対応。ポート2はUSB2.0 規格となっていて、給電しながらのテザー撮影をしたり給電しながらウェブカメラとして使うことが可能です。その他にもマイク端子、ヘッドホン端子、フルの HDMI 端子を標準搭載。モニター構造の改善によりケーブル干渉もしないので α7-5 のインターフェースはかなり完成度が高いと感じています。メディアスロットは CF Express Type A と SD カードに対応したコンボスロットが1つと SD カードのみに対応したスロットが1つのダブルスロット構造になっています。写真性能と動画性能の両立を求めるハイブリッドカメラではこの構成がスタンダードになりつつありますが、 α7-5 で採用されているのは CF Express Type A カードであるということ、そして CF Express 4.0 ではなく 2.0 規格であって、どんなに転送速度の速いカードを使ったとしてもカメラ内での速度というのは 2.0 規格が最大であるということを押さえておきましょう。一方 PC に読み込む際はカードリーダーが 4.0 規格に対応していればその高速転送の恩恵を受けることが可能です。α7-5 を購入したのなら CF Express Type A の使用をお勧めします。理由はシンプルで、このカメラがハイスピードな撮影性能を備えているからです。今回僕たちがこの α7M5 で撮影した写真や動画のサンプルデータをビジュアルパークオンラインショップにて無料ダウンロードができるように準備をしました。そして今回の多くの写真や動画作例ではソニークリエイターズバンドルという写真用のプリセットと動画用のラットを詰め合わせたシステムを使っています。これはソニーカメラ専用設計しており、写真用のプリセットには6つのライトルームプリセットがパックになっていて、クリエイティブルックを自動選択し一瞬で綺麗で高品質な色編集を可能にします。さらに自動で人物の肌補正を実行できるプリセットも用意しているので、工数の多いレタッチ作業が楽しく簡単になっていくはずです。動画用のラットも同じく6種類展開していて、 S-Log3 用のラットはもちろんスタンダードカラーや PP6 のシネ2シネ4などにも用意しています。もちろんカメラ内に取り込む用のラットもセットになっていて、これらはそれぞれ単品でもセット購入でもゲットすることができるので、気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではレビュー本題に戻ります。受光面の上下に高速回路を配置した部分積層構造のフルサイズ CMOS センサーを採用し、高速処理と高画質撮影を両立しました。センサーの読み出し速度は α7-4 から大幅に改善されており、カメラを左右に動かした際の被写体の歪み具合を比べてみるとその差がはっきりと分かってくるはずです。この現象こそがローリングシャッター現象と呼ばれるものになります。さらに α7-5、α1M2、Canon R6M3 や Lumix S1M2、Nikon Z6-3 の5機種でもローリングシャッター現象を比較したので、カメラ選びに悩んでいるという方はこの検証結果もぜひ参考にしてみてください。そして α7-5 は読み出し速度の向
向上に加えて連写性能も大きく進化しています。電子シャッター使用時には秒間最大30コマを実現し、しかもなんとブラックアウトフリーで撮影することができます。この連写性能の進化というのは個人的にもかなり気に入っているポイントなので、少し詳しく解説していきます。まず秒間最大30コマというのはその名の通り1秒間に30枚の写真を撮影できるということになります。従来の α7-4 ではこれが秒間最大10コマだったので、約3倍もの瞬間をより細かく記録できるようになっています。秒間30コマもあれば高速に動く動物の一瞬であったり、スポーツ撮影でもベストなタイミングで撮影することが可能です。実際のところ秒間30コマという連写性能を発揮するシーンというのは多くないかもしれませんが、α1M2 も瞬間最大30コマ連写という性能でプロフェッショナルのために作られたカメラと同等のスペックがこの価格帯で使えるというのは非常に贅沢なポイントであると感じています。とはいえ α7M5 の高速連写には大きな制限があります。それはバッファ容量です。高速な連続撮影にはバッファと呼ばれる一時的なデータの待機場所が必要になってきます。シャッターを切った瞬間、撮影された画像はすぐにメモリーカードへ保存されるわけではなく、まずはカメラ内部のバッファメモリに一時的に貯めておいて順次カードに書き込んでいくというような仕組みになっています。α7-5 はロー写真1枚あたり約 39MB にもなるので、秒間30コマで連写撮影をした場合1秒間でおよそ 1.17GB ものデータサイズとなります。これをそのまま SD カードに書き込もうとすると転送が追いつかずに詰まってしまったりしてしまいます。この詰まりを防ぐためにバッファがありますが、α7-5 のバッファ容量というのはそこまで大きくなさそうで、ロスレス圧縮ロープラス JPEG 記録で撮影した場合35枚程度しか連続撮影ができません。圧縮されたローのみに設定をしたとしても連続可能枚数は95枚と少し少なく、およそ3秒間でバッファが詰まってしまいます。高速連写に関しては期待値が高かった分、正直ちょっと物足りなかったんです。一回シャッターを押してみましょう。とはいえこれだけだと判断しづらいので、実際にいくつかのカメラと比較をしてみました。まずは α1M2 との比較です。α1M2 はセンサー自体にメモリが組み込まれたメモリー内蔵積層センサーを採用しています。そのためセンサー的にも余裕があり、そもそもカメラ内のバッファ容量も α1M2 の方が多いと予想ができているので、高速連写をメインで使う撮影スタイルであれば間違いなく α1M2 を選ぶべきだと言えます。ではキヤノン R6M3 と比較をするとどうでしょうか。こちらも α7-5 の方が連写が停止するタイミングが早く、結果として α7-5 というのは比較的バッファ容量の少ないカメラであるということが分かってくるはずです。とはいえ高速連写がメイン用途ではない人にとってはこの機能が搭載されただけでも嬉しいポイントですよね。そしてブラックアウトフリーについても解説をします。これは α7-4 と連写撮影時のモニター画面を比べれば一目瞭然で、従来の α7-4 では連写撮影時にファインダーやモニターが途切れ途切れになってしまいました。一方でブラックアウトフリーの α7-5 では画面が途切れることなく常に被写体を表示し続けてくれます。これは細かな変更に感じられるかもしれませんが、いざ一瞬の失敗すら許されないシーンにおいて必ず役に立つ機能になるはずです。ただシャッターボタンを押す瞬間の判断というのは人間の役割ですよね。シャッターを切るタイミングが遅れれば決定的な瞬間を記録することはできません。そこでソニーはシャッターを切る前の瞬間を遡れるプリ撮影を搭載しました。これはシャッターボタンを押した1秒前までを記録できるような機能で、決定的な瞬間に間に合わなくても遡って記録することができます。シャッターボタンを半押ししながら被写体を捉えて、全押ししたタイミングで設定した時間だけを遡れるというような仕組みになっており、0.03 秒から最大1秒前までを細かく調整することができます。しかもロー記録に対応、クロップなしという制限の少なさで撮影者をサポートしてくれます。さあここまでで α7-5 のスピード性能やそれを支えるボディデザインについて見てきました。ただ α7-5 を検討している多くの方にとって何よりも重要なのは写真性能、そして動画性能ですよね。ここからはスペックだけではなくて、その実測値や各メーカーとの実際の違いを徹底的に見ていきましょう。α7-5 は新開発の部分積層型 CMOS イメージセンサーに加えて新世代の画像処理エンジン BeyondXR2 を採用しています。これらにより高精度な AI 被写体認識や広いダイナミックレンジ、高画質な動画性能を実現しています。まず驚いたのは最大約16ストップというダイナミックレンジの広さですよ。
これはね、ソニーアルファシリーズで初めての実現になります。そもそもダイナミックレンジとは、明るい部分から暗い部分までをどれだけ幅広く記録できるかを示す性能のことで、これが α7-4 では15ストップだったため、1ストップ分進化したことになります。ただしこれはメカニカルシャッターの静止画撮影時という条件が公式ホームページにも記載されていたので、動画性能でもダイナミックレンジの向上が見られるのか、実際に α7-4 とも比較をしてみました。今回の比較に関しては測定器ではなく感覚的な意見にはなってしまいますが、この2つの映像を見比べるだけではダイナミックレンジの向上を感じることはなかなかできませんでした。ただスキントーンや絵作りの方向性というのは改良されているような印象で、全体的なルックが最新機種である α1M2 や FX2 と同じ系統であるような印象を僕たちは持っています。α7-4 の動画性能として最大の欠点ともいえる 4K60p の 1.5 倍クロップというのは廃止され、フルフレームの 4K60p、 そして新たに 1.5 倍クロップの 4K120p が追加されました。 4K60p では 4K 動画画角優先モードが追加され、これをオンにした場合にクロップが解除され、フルサイズ領域で撮影が可能になります。ただしソニー公式ホームページにはオンの場合は暗所で画質が劣化すると記載があったので、実際に検証をしてみました。結論から言うと、画角優先モードをオンにした映像の方がやはりノイズ量が多いことが分かってきました。ここから先は僕たちの推測ではありますが、ミラーレスカメラの多くは内部でノイズリダクションがある程度強制的に効いていることが多いです。そしてこの画角優先モードをオンにすることで、そのノイズリダクションがオフになる、もしくは聞き方が弱くなっているのではないか、そういう風に感じています。とはいえ日中の撮影でこのノイズが気になるというような場面はほとんどありません。暗所でのデータも編集でノイズリダクションをかければ十分に実用的なので、基本的にはオンにした運用でいいかなと思います。このオンオフを頻繁に切り替えたい人はカスタマイズボタンに割り当てると便利かもしれません。そして α7-5 は画素数が約3300万画素もあるため、 7K オーバーサンプリングによる高繊細な 4K 動画を撮影できます。ほぼサンプリングのない低画素機 FX3 の 4K 映像と比較をすると、その差はすぐに感じられるはずで、髪の毛一本一本のディティールや服の細かな折れ目まで繊細に記録することができます。ソニー α シリーズの魅力であるビットレートはそのままで、 4K60p の記録だとしても HS の場合で最大 200Mbps から最小で 45Mbps まで設定が可能です。もちろんオールイントラ記録にも対応していて、柔軟な記録設定が本当に使いやすいところです。さらに細かな動画撮影機能もいくつか追加されました。一つは 4K120p の設定時にアクティブ手ブレ補正が使えるようになったことです。 FX3 や α1M2 などの 4K120p 記録に対応したカメラでも、これまではアクティブ手ブレ補正を有効にすることはできませんでした。 α7-5 の場合 4K120p は 1.5 倍クロップされてしまいますが、それでもアクティブ手ブレ補正の追加というのは嬉しいポイントですよね。そしてさらに強力なダイナミックアクティブ手ブレ補正が追加された点も非常に気に入っています。ただここでも言いますが、動画に関しては内部ロー記録にも対応してほしかった。これが僕たちの本音です。ロー動画はデータサイズが大きくなるので、毎回ロー記録をするわけではもちろんありません。でも最高品質で動画撮影をしたい、そうなった時に内部ロー記録ができるという選択肢が用意されていないということはやっぱり惜しいと思っています。レッドの色彩技術が詰まったニコン ZR なら30万円以下で3種類のロー動画を記録することができます。キヤノンやルミックス、ニコンとソニー以外の主要カメラメーカーは全てミラーレスカメラでの内部ロー記録をすでに実装しています。ローで撮影しておけば撮影後の編集段階でホワイトバランスや ISO を再調整することができるんです。仮に撮影時の設定を誤って 2500K で撮ってしまったとしましょう。この場合に通常の動画だと綺麗な色味に戻すのは非常に難しく、不自然さが残ってしまいます。一方ローで記録した動画であれば編集時にケルビンそのものを変更することができるので、適切なホワイトバランスにもう一度戻すことができるんです。つまりロー動画の場合というのは撮影時に ISO とホワイトバランスを完璧にしなくてもいいんです。その分撮影に集中できるという柔軟性の高いフォーマットだと僕は思っています。そしてセンサー全域で記録ができるオープンゲート記録にも対応しませんでした。この撮影ができれば様々なプラットフォームが存在する今の時代でも対応できるという柔軟性をさらに備えていたはずです。とはいえこういった機能が最初に入るのは動画ラインの FX シリーズなのかもしれませんよね。α7-5 はここから 4,5 年スタンダード機というポジションを守り続ける必要があります。誰一人未来のことは予測できないので、僕たちも今後のカメラ業界を注目し続けていきたいと思います。α7-5 で採用された
た画像処理エンジンは BeyondXR2。この画像処理エンジンが搭載された初のカメラなので、ここもしっかりと紹介しておきましょう。ここ数年の α シリーズで搭載されてきた AI プロセッシングユニットというのは、今回の画像処理エンジンに内蔵される形で7.5にも組み込まれています。つまりリアルタイム認識 AF やトラッキング性能が飛躍的に向上しているんです。これは指定推定技術を用いたオートフォーカス技術で、瞳だけでなく人間の胴体や頭部の位置をより高精度に認識し、顔が見えないシーンでも被写体を認識することができます。その他にも人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機という幅広い被写体を認識ができるようになり、これらを新たなオートモードでカメラが自動で認識を切り替えたりしてくれます。さらに AI ディープラーニング技術によるオートホワイトバランス精度が向上しています。α7-4 と比べてみると一目瞭然で、特にスキントーンが大幅に向上した印象です。これらは JPEG 取って出しで比較をしています。ただスキントーンといえばやっぱりキヤノンを思い浮かべる方も多いかと思います。なので今回はほぼ同じ価格帯のキヤノン R6M3 と JPEG 取って出しでも比べてみました。この辺りの印象は個人の好みもあるかと思いますが、僕はキヤノンの温かみのある質感も非常に気に入っています。そしてもう一つ、これまでハッセルブラッドレビューで僕が推してきたオートホワイトバランスとソニー α7-5 の新しい AI オートホワイトバランス、この2つの絵作りの違いが気になったので、同じ条件でオートホワイトバランスで撮影した写真を比較をしてみました。結論、方向性がまるで違います。ハッセルブラッドはその場の情景を忠実に再現するような表現、一方ソニー α7-5 というのは夕方のシーンであるということをより強調するかのような表現です。どちらが正解とかそういったことではなく、メーカーごとにそれぞれの思想があること自体が面白いなと感じています。そして画像処理エンジンが向上したことによりバッテリー消費効率も向上しました。それぞれバッテリー残量が 100% の状態から 4K60p オールイントラで連続撮影を行ったところ、先に録画が停止したのは α7-4 で54分50秒で熱停止してしまいました。この時点での α7-4 のバッテリー残量は7-4が 54% で α7-5 が 60% だったので、バッテリー効率の向上も確認することができます。α7-5 では熱停止することなくバッテリーが 0% になる2時間5分1秒まで録画することができました。続いてモニターを開けた状態で USB-C による給電を行いながら 4K60p HS100Mbps の設定で連続撮影を行いました。この条件ではどちらも熱停止することがなく、検証をやめるまでの12時間30分間も録画を続けることができました。今回の検証環境が高温な環境ではなかったので、長時間収録の差があまりなかったのかもしれません。この点に関しては今後使っていく上で気になればその時に紹介していこうと思います。ここまでで α7-5 の進化点や比較検証で見えてきた部分を紹介してきました。この動画を見てくださっている方の中には α7-5 を検討中という方がね、たくさんいるかと思いますので、最後に僕が感じた買う前に知っておいてほしい注意点を紹介して終わろうと思います。まず購入前にぜひ考えてほしいのが α7-4 の存在です。ここまで多くの項目で α7-5 と比較を行い α7-4 よりも進化している、改善されたと紹介してきましたが、これはあくまで α7-5 のレビューだからです。もし仮に30コマ連写が不要で 4K60p の 1.5 倍クロップ制限も気にならない、AI にある AF 性能やプリ連写などの最新機能も必須じゃない人にとっては、一世代前の α7-4 も十分に魅力的な一台だと感じています。実際にこの撮影日時点では α7-4 の中古価格が23万円台まで落ちてきています。α7-5 の実売価格は37万5210円です。この15万円近い価格差があるのであれば、その差額で中古の G マスターレンズを購入することだってできるかもしれません。撮影体験や実際の絵に影響するのはカメラ本体も大切ですが、それと同じぐらいレンズによっても変わってきます。ここは一度冷静にどの選択が自分にとって最適なのかを考えてみるといいかもしれません。そしてもう一つ、この α7-5 というのは BeyondXR2 が搭載された1台目であるということです。つまり今後この画像処理エンジンが搭載されたカメラというのが続々と出てくると思うんですね。そうなると α7-4 の時のようにコンパクト機である α7-C2 の方が性能が優れているなんてことが起こる可能性も十分にありえますよね。先日公開したキヤノン R6M3 レビューで紹介したように、キヤノンのカメラは下位機種が上位機種の性能や機能を上回ることがほとんど起こらないメーカーです。一方でソニーは最新技術をその時に最新カメラに搭載する、そんなことが頻繁に起こるようなメーカーなんです。α7-5 の登場はシネマラインの FX2 やフラッグシップ機である α1M2 を購入したユーザーからすると少し複雑とも言えるほどの進化っぷりです。ぜひこの動画を見てくださった皆さんの意見やコメントを書き込んでください。今後の僕たちのレビュー動画制作に役立ちます。
ということで α7-5 のレビューはここまでです。よりプロフェッショナル向けに進化しつつも、それでもベーシックラインとして手に届きやすい価格にとどめた、そんなカメラだと感じています。これから 3,4 年あるいはそれ以上新しく出るソニーのカメラは α7-5 が基準となり展開されていくはずです。ただ FX3 や α7S3 の後継モデルが出るならば、その期待値というのがさらに高まりました。このブラーノの XOCN を FX シリーズに継承するのか、オープンゲートを取り入れるのか、どうなるかは分かりません。登場するかすらも分かりません。でも次もまた購入していつものように楽しくレビューをしていこうと思います。そしてレビューもですが、一番理解が深まるのは実際の撮影データに触れてみることかもしれません。僕たちが α7-5 で撮影した写真や動画のサンプルデータをビジュアルパークに準備しておきました。これらは無料で誰でもダウンロードすることが可能です。ソニークリエイターズバンドルという写真用のプリセットと動画用のラットを詰め合わせたシステムを使っていただくことで、さらに購入したカメラの良さを引き出すことができるはずです。ぜひ興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。最後になりますが、このスタジオで撮影する徹底レビューシリーズというのはこのソニー α7-5 のレビューで終了となります。富士フィルムの X106 のレビューから始まり、Apple 製品やハッスルブラッド、ソニーやルミックス、そして最近はキヤノン R6M3 など本当にたくさんのレビュー動画をお届けできました。この場所での最後の徹底レビューだと思うと少し寂しいところではあるのですが、僕たちの次へのステップアップとしてもっとワクワクする動画を届けられるように新スタジオの計画を進めています。次に徹底レビューをするのが何になるかというのはまだ分かりませんが、ぜひ新しいスタジオでの動画も楽しみにしていてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。